1978年夏、鈴鹿サーキットで世界格式にのっとった二輪の耐久レースが開催された。それが第1回インターナショナル鈴鹿8時間耐久オートバイレースである。このレースの注目は、当時本場ヨーロッパの耐久選手権で2年連続チャンピオンを獲得した唯一のワークスマシン2台のホンダ RCB が満を持して日本初登場となったことだ。当時の様子を現在吉村ジャパン代表の吉村藤夫はこう語る。ホンダがその RCB を走らせると。でね、あのマシンはもう過去2年とか3年ヨーロッパで耐久の選手権を取っててタイトルを取っててね、その負けたことないということで「あそう」っつって「へえ」っつって、まあうちらもほら向こうでいろいろサイクルニュースだとかそういった関係でね、そのRCB がどういったそのあれを残してるとか、そのどこどこのサーキットでね、その何秒間で走ってるかと。でそれがちょうどね、その頃はGP にね350のクラスだったのね。 TZ350 とか川崎も350のねあれがありましたけど KR とか。そのタイムとね大体似たようなタイムで走ってるわけね、予選の時で。ワールドチャンピオンみたいな、しかも体制できて、で体制もね、なんか観光バス2台ぐらいのイメージのメカニックの人とか関係者が来てる中で、もうホンダのね体制を見た時にもうこれはもうまず勝てるわけないなというふうには思いましたよね。ポールポジションは杉本 M 出組、マシンはツーサイクルレーサーの TZ750、2番手には吉村レーシングのクーリーボールドウィン組、3番手には森脇のクロスビーハットン組がつけた。注目のホンダ RCB は4番手と7番手スタートとなった。1978年7月30日午前11時30分、第1回インターナショナル鈴鹿8時間耐久オートバイレースがスタートした。レースは序盤から波乱の展開を見せた。最有力のホンダ RCB ゼッケン6番は1周目で転倒リタイア。さらにもう1台のゼッケン5番もスタートから3時間後に姿を消した。元スタッフの高坂和夫は当時の模様をこう語る。8時間言うと、まあ最近スプリントだっていう方向が多いんですけど、当時でもやっぱりスプリントみたいなレースだったんです。 RCB っていうのはやっぱり24時間18時間というレースに作られたバイクなんです。だからメカニックもライダーもそのスプリント的な鈴鹿の8時間耐久的なライダーではないし、ライダー自体がもう24時間のこう走るスタイルになっちゃった。日本人だったら「おい直線は伏せて走れよ」とか、もう立って走っちゃうんです。これはいかんぞと、どんなことやっても絶対前いかんよと淡々と走り切っちゃうんですね。ヨーロッパの耐久スタイルで8体に臨んだホンダワークスはスプリント並みのレース展開に対応できず自滅した。ワークスが脱落する中、当時アメリカを中心にレースを行ってきた吉村のクーリーボールドウィン組とスプリントレーサーを耐久仕様に改造したヤマハ TZ750 を狩る杉本 M 出組がレースを盛り上げた。吉村さんとはまあその前からずっと、可愛がっていただいたんですけど、でスタートする頃とかその直後ぐらいは「杉本君頑張りたまえよ」とか言ってですね、余裕しゃくしゃくでまあ吉村さんもうちの車が長くは持たないというのを踏んでたと思うんですね。ところが2時間3時間経ってもトップ争いをしてるもんだから、ピットへ帰ってきて吉村さんと顔を合わすたびにだんだん笑いが消えてですね、睨みつけられるようになってですねそれで、3時間か4時間目ぐらいのピットインでタイヤを交換する時があったんですよ。その時にその当方のメカニックがナットを締める時にですね、シャフトを入れてナットを締める時にナットを落としたんです。でそのところこう傾斜になってるもんですから1コーナーに向かってナットが転がってですねマシンの向こう側のずっと1コーナー寄りに転がっていったんですね。それを平井に行ってつけてる間に相当な時間がかかって、で結局競り合ってたのがその段階でぐっと離れちゃってですね、それでもう2位
確保というんですかね。でもう一台その頃ですね3位を走ってた車がですねどんどん追い上げてきてですね、うちの2位を脅かすようなぐらいにだんだん上がってきたんですが、まあ最終的には届かなくて、うちもなんとか、車が傷まずにゴールができて2位になったというふうな、まあそういうレースだったんですけどね。これでトップを独走したのがポップ吉村こと吉村英夫率いる吉村レーシング。吉村がこの大会にかける意気込みは並々ならぬものがあった。8体っていうことレース自体はそんなにそう別に驚かなかったんだけども、逆にその日本の、まあ、チームの人とかライダーの人とかね、そういった人から見ればそのアメリカ人のライダーっていうのは初めてだったの大抵で、ほとんどそのロードレースといえばもうヨーロッパね、ああいうふうなそのましてやそのストリート用のこんなハンドルバーで走るなんてそのもうレーサーじゃないということが花からやっぱりそういうのは眼中になかったみたいで RC みたいに完全なレーサータイプでね、カーリングがついてちゃんと保護で風もよけれてっていうふうに感じだったと思うんですけど、まあ、我々はだからその、ね、アメリカでやったそのもののスタイルで来て、これで、超スピンと仕様で、まあ途中で僕からはしょうがないわみたいなね、まあ、そんなノリだったんですよね。とにかく最初からもうガンガンいくっていう、もうそれだけ。だから今でこそ緻密な作戦でね、何ラップでどうのこうのなんていうのはもう太鼓感もう1回しかしないからね、その頃は。それであれボルト落ちちゃってえらいことになったけど、だから作戦もない、とにかく分かってるのはとにかくそのライダーが危険じゃない限りできるだけ速く走る、ライダーもそうしたいっていう、それだけ。ヨーロッパスタイルで臨んだホンダに対し、吉村はアメリカンスタイルで8体に臨んだ。しかしそこに行き着くまでには多くの問題が山積していた。特に GS1000 の場合はいろいろ問題も抱えててね、その直さなくちゃいけない箇所が、まあ結構あるんですよね。ですからそれをとにかく片付けなくちゃいけないと。でとにかくそれだけにずっと専念してたのね。でデイトナの78年のデイトナで、スーパーバイクで優勝して、でその時もかろうじて完走したような状態でね、まずクラッチ、それからカムチェンテンショナー、その2つがもうこうガンだったの。でそれをとにかくその鈴鹿のだから 8体までにその AMA のレースをやりながらこう手当てしておこうっていうことでね、手当てしておこうどころじゃない、市役所もどうしようもないんでっていう状況だったんですよ。まだね、だからね当時はねやっぱし GS1000 もその出たばっかの頃でいろんななんていうのトラブルを抱えてて、でクラッチがねアキレス腱でパワーはすごく出るんですけど、その出ちゃうとやっぱしねクラッチに問題があって、でそのクラッチを対策するのに鈴木さんはじめね吉村としてもいろいろ対策してたんですけど、それの対策の仕方で小林さんと藤尾さんがもうなんかその大激論で「親父があんなことやるからダメになっちゃうんだ壊れちゃうんだ」っつって「そんなことないこれがいいんだ」みたいな感じでね、もう旗で見てても怖いぐらいのもう形相で喧嘩してましたよ。でやってもんでね、クラッチのもうねなんか焼けたなんかもう減った山になっちゃっててさ、で走るたんびになんかライダーもうクラッチが壊れたって、ね、もう滑ってきちゃうとか言って、でクラッチカバー外すともう煙がバーンと出てきちゃってて、そんなんでその対策のやり方でもう親父さんと藤尾さんが喧嘩して、なんか予選だか終わってからだかなんかの時にもう藤尾さんがもう俺がもう帰る、親父勝手にやれみたいな感じで、それこそタクシーまで呼んでもう白子の駅まで行こうとしたところでやっぱ加藤翔平さんが「ちょっと待ってくれ」ってわざわざ迎えに行って止めて、でなんとかなだめすかしてで帰ってきてもらって、で結果的にはね藤尾さんのやり方の方が良くて、最終的にはね
優勝できたっていう感じだったんですけどね。ですから結果オーライだったんですけど、紆余曲折の末194周を記録した吉村のウェス・クーリー、マイク・ボールドウィン組が第1回目の鈴鹿8体を制した。2位には2サイクルレーサーで走り切った杉本磯代、デビッド・エムデ組、森脇のグレーム・クロスビー、トニー・ハットン組が3位に入った。でもしてやったりっていうのはもう親父もそうだったけどもね、ライダーもそうだし俺もそうだし、朝ちゃんとかね、大家君とかみんなやってくれた連中はみんなそうだと思うよ。本家の鈴鹿の日本でね、ましてや RCB っていう無敵艦隊をね、ワークスチームをその市販車の GS1000 のその改造版が破ったっていうのがね、やっぱりもう通過以外の何者でもなかったっていうのが本当の気持ちだよね。痛快だったですよ、それこそ。まあそれはもう飛び跳ねるもいいとこですよ。もう飛び跳ねるようにしたって喜んでましたよね。もう帽子をもう取ってもうこれですよ、これ。まあね、だからその親父さんのその姿を見て僕たちもね、なんかね、わーってもう嬉しかったっていう感じですよね。こうして第1回鈴鹿8時間耐久オートバイレースは吉村が制して幕を閉じた。ここから30年にも及ぶ8体の歴史が始まった。そしてこの栄光の8体を支えた男たちがいた。第1回大会の競技総監督だった星島博もその一人である。誰にでも参加チャンスがあるようなレースを作りたいというのが最初です。レーシングマシンも OK ですよと、そしてプロダクションマシンも OK ですよと、つまり量産市販車、排気量はっていうからさ、もう 1000cc から125でも何でもとにかく目いっぱい大丈夫よと、どれでも大丈夫です。というのが、そのガソリンスタンドでアルバイトをしているようなお兄さん方が仲間を募って近所のコーヒーショップかなんかがスポンサーになって、それでレースへ出られるというようなものを企画したいねと。ただ短いレースじゃなくて、長い時間楽しめる耐久レースにしようというんで企画したのが最初で、いわゆるワークスマシンの、GP マシンと言ってもいいですよね。そればっかりがその短距離でわーっと走ったって普通のバイク好きの若者で勝てるわけないじゃないですか。そうしますとね、参加者も少ないでしょ。だから走りたいのは走りたいですよね。量産車も OK なんていうのはお前暴走族を助長するんじゃないかと言われてたんですけれども、そんなことはないよと。本当は真面目に走りたい連中なんだから、あの連中もぜひ、モータースポーツに参加してもらいたいねと。2人が交代できますでしょ。8時間でも3人でもいいじゃないかという話もあったぐらいで、交代しながら8時間走ればいいじゃないかと。だからタイヤの交換もありますしね、誰にでも参加しやすくて長い時間楽しめて、いや鈴鹿の8時間耐久レースへ出てよかったなというふうに思ってもらえればいいじゃないかと。若い17、8から20歳ちょっと過ぎぐらいの若い人たち事実たくさん出てるんですが、その人たちがおじいさんになった頃に「俺も若いうちは前8体に出たことあんだよ」なんて、そういう話題ができるだけでもいいじゃないのというようなつもりでレースを作りたかった。レギュレーションで排気量は 250cc から 1000cc まで、2サイクル4サイクル問わず、レーサーから市販車の改造マシンも OK と多種多様に富んでいた。当時川崎の2サイクル KR350 で参戦した清原明彦は当時の模様をこう振り返る。レギュレーションがね、もう一つなんや750も走るし、1000cc もあったかな。吉村森脇出てるんかな、あの頃。だから 1000cc やろね、あの頃 Z1 かなんかやね。だからその辺も何のレースやなと。なんかもう一つね、摩訶不思議なレースと、最初は僕ら走り屋にとってはね、やっぱり何やこんなもんレースで2人で組むんやろ。1000cc もおりゃ750もおる、2サイクルもおりゃなあフォアサイクルもあると、なんやこれ思うてな。
まあ最初のレースやから自分たちもどんなレースなんかねあんまりね分からないし、ただ無我夢中にねただもうひたすら速く走るだけやったからね。そしてなぜ8時間になったのか、当時の主催者の一人テクニカルスポーツ代表であった藤井照義はこう語る。その当時、耐久レースっていうのはそんなに、ね、盛んではなかったもんですから、長丁場で、やはり二輪の魅力をお客さんに見せて、でお客さんを呼び込めればいいなということで、たまたまじゃあ耐久レースをやろうよということになったわけですよ。さあ今度は耐久レースをやろうよって言ったんだ。耐久レースもいろいろあって、一番長いのは24時間があるし、短いのは6時間ぐらいもあるし、1000キロもあるしということで、何が一番受けるのかなというんで、いろいろ考えたわけですよ。じゃあ一回とにかくアメリカ行って、そのアメリカのモータースポーツの様子見てこようよというんで、当時のそのモータースポーツの課長だった高桑さんと一緒に出かけたわけですよ。で、一番最後にもうすでに行く時に大体、まとまってたのが12時間1000キロ、その辺が一番有力だったんですね。で、とにかく向こう行って見てみようよっていうんで向こう行って見てるうちに、たまたま向こうで、スーパークロスの要するにトラックの中使ってスーパークロスやってたレースがあったんですね。でそれ見て、その決勝レースがね、たまたま日没の予選でこうずっと何組もやって、最後の決勝レースっていうのが日没のちょうどライトを照らした段階で、フィニッシュになるやつをね結局やってたわけなんですね。それがやはりものすごく感動しましてね、それとライトをつけるからこうわーっと盛り上がって、効果が上がったんですね。それでこれだっていうんで、帰ってきましてね。それで、その当時12時間6時間1000キロというんで、いろいろ計算してやっていくわけですね。それで結局はやはり24時間というのは治安上の問題でできないっていうのがはっきりして、で12時間でスタートをしようというふうにしたんだけど、12時間もものすごく間延びして長くて、これもうまく取れなくて、で6時間というのは短すぎちゃって、1000キロっていうのは今度は時間でフィニッシュができないんで、スタートはできるんだけど時間が早くなったり遅くなったりするもんだから、時間の結局確保ができないんですね。最後にそれで結局計算してると8時間が一番まとまったのかなという感じで8時間でやろうかと。でさっき言ったゴールを今言った日没の雰囲気の盛り上がったところでガーッと凝縮したゴールにしようよということで、ライトを使った時間でゴールさせようということで企画したわけですよ。こうして日本で初めて世界格式にのっとった二輪の耐久レースが誕生した。この8体の原点はある世界的に有名なレースだった。私ね、万東の TT レースの国際審査委員で行ったのがちょうど万東60周年記念、つまり40年前のダイヤモンドジュビリーだったんです。その時にね、プロダクションカーレースっていうのがあるんです。それがきっかけなんですよ。いわゆる、グランプリの選手権、ワールド選手権だけじゃなくてプロダクションマシンのレースというクラスがある。それを見ましてね、参加数多いですしね、それ見てね、プロダクションレースがこういうのいいなって、なかなか日本ではできなかったんですよ。もう量産車でぜひレースやりたいと。僕はそれが私の発想で、それから10年かかりました。この万東 TT が8体の原型になった。誰でも参加できるレースをしたい、この思いから後に幾多の激闘を繰り広げた鈴鹿8体伝説が始まったのである。1979年
第2回大会。第1回大会で苦渋をなめさせられたホンダワークスは8体に対するアプローチを大幅に変えた。アメリカ対ヨーロッパ、ね、スプリントレース対耐久レースっていう競争だったんですよ。じゃあ今は8時間はスプリントでいけるんじゃないかと。24時間本当にそのものがね24時間いらないんじゃないかと。全てマシンを軽くする。スプリントでいいんだと。それまで24時間耐久レースの延長だった8体をスプリントレースとして改めて認識。マシン開発コンセプトも耐久仕様からスプリント仕様に改めた。これにより1979年の鈴鹿8体は1位から8位までをホンダが独占。前年の雪辱を果たした。1980年第3回大会。この年から世界耐久選手権シリーズの一戦になり、シリーズタイトルを狙う各国の耐久ワークスチームが鈴鹿に集った。これにより本場の耐久チームと事実上のワイルドカード参戦となる吉村や森脇の争いとなった。レースは吉村のウエス・クーリー・グレーム・クロスビー組と川崎ワークスのグレッグ・ハンスフォード、エディ・ローソン組の一騎打ちとなった。しかしトップを走る吉村はライダー交代のピットインでマシントラブルが発覚する。クロスビーがピット入ってきた時にフロントブレーキが効かなくなってきたっていうことを言って、で見たらですねフロントブレーキのパッドがもうほとんどなかったんですよ。そんでこれはいけないっつうんで、僕フロント担当だったもんですからパッドがもうないからね、とにかくパッドを新しいの買えなきゃいけないって言ったけど、パッドを交換する予定はなかったんですよ。持つものと思ってたんでね。でパッドが減っちゃってるってことはピストンが出てきちゃってるでしょ。でそれをパッドをバーンって抜いちゃったもんだから、ピストンを戻すのにその間に隙間にドライバー入れたりなんかしてもなかなか戻らなくてね、えらい時間食っちゃったんですよ。でその時にエディ・ローソン川崎組に抜かれちゃったんですよ。これによりハンスフォード・ローソン組がトップに立つが、転倒により再び吉村がトップを奪い返す。そして吉村は最後のピットインでライダー交代をせず、クロスビーをそのまま連続して走らせる作戦に出る。これが見事に的中。2位ハンスフォード・ローソン組とわずか40秒差でゴール。8対2勝目を挙げた。1981年第4回大会。この頃から8体は全国的に注目され始めた。噂を聞きつけたライダーたちが全国から集まってきた。そしてこの年、後にミスター8体と呼ばれるワインガードナーが森脇から8体初参戦。そうたまたま見てきた。クロスビーがメルボルンの方のレース出るっていうから、でそれに行こうっつってで一緒に行ったんですよ。一人速いやつがおったもんでね、雨の中でちょっと雨がしょぼしょぼ降っとったんやけど、その中でいい走りしてるのがいてね、であれ誰やって言ったらワインガードナーっていう青年やって、あの時20歳ぐらいですかね、19か20歳ぐらいのワインガードナーっていうライダーやつっていうことで、まだ走り出してメンターというチームにいたんですけどね、まだ1年ちょっとか2年ぐらいしか経ってないということで、結構早う走るよという話は聞いたんですよ。I wasn't entered in this race, but I knew Morawaki was there looking for some new talent or new riders to go to Daytona, and because it started raining, I was on very fast in the rain.
So I knew that if I could take the bike and enter the race, I could maybe win. So I didn't own the bike, so I stole the bike out of the van from somebody else who owned it, started up, lined up on the grid with no entry, and raced and won by a long way. And during the race, Moriwaki was watching, was very impressed how fast I was in the rain. And I got in trouble for stealing the bike and using the bike, but I won the race, and Moriwaki seen my talent, and after the race he wanted to speak to me and meet me. If I hadn't have, I suppose looking back now, if I hadn't have stolen the bike out of the back of the van and entered the race, which I wasn't entered for, then yes, the whole thing wouldn't have happened. I suppose we say it was meant to happen. You know, it happened that way because there was a reason. 森脇守との運命的な出会いで8体に初出場したこの年、ガードナーはそれまでのタイムを3秒近く短縮し、コースレコードでポールポジションを獲得した。それはもうびっくりした。もうね、ピットがシューンとしてたのよね、ファクトリーが。もうみんな当時ファクトリーでやってましたからね、各メーカー。そんな状態の中でもうダントツで速かったでしょ。もう最高に嬉しかったですね。何もないところでやってああいうふうに形でいけたっていうのがね、もう本当に良かったなと。世の中には偉いやつがおるなと思ってね。Everyone was shocked. One, that Moriwaki machine could do it, and two, where did I come from? And I remember that day was Moriwaki-san. He was crying because he was so happy and proud that his bike was on pole position, and we beat the lap record, Crosby's lap record, by 2 seconds. And that was a very, very special moment for me to see the happiness in the Moriwaki family. And Pops Yoshimura come up to me and said, "Oh, Wayne-san, you're too fucking fast." And I went, "What?" And he said, "Well, why don't you, go away and never come back, and you are too fast, Wayne-san." And I was really shocked. I thought he was serious about that, but he was just joking and having fun, and I didn't understand that, but he was a really special man, Pops Yoshimura, and that was my first introduction to Pops Yoshimura. Made Moriwaki-san very happy that day, and see him cry, and that to me was a really special moment in my career. 決勝はポールポジションのワインガードナーがキックスタートに手間取りスタートを失敗。はるか後方からの追い上げとなった。序盤トップに立ったのはゼッケン8番吉村のグレーム・クロスビー、ウェス・クーリー組。しかし58周目にエンジントラブルでリタイア。これで2位につけていたホンダフランスの耐久チームマイク・ボールドウィン、デビッド・アルダナ組がトップに立つ。スタートを失敗したガードナーは驚異的な追い上げを見せる。ホンダフランスをかわしてトップに躍り出るが、その直後スプーンで転倒、リタイアを喫する。ガードナー8体初挑戦はこの瞬間に終わる。
吉村、森脇の優勝候補が揃ってリタイア。これで再びトップに返り咲いたホンダフランスのマイク・ボールドリン、デビッド・アルダナ組が残り周回数を安定した走りでチェッカーを受けた。2位には鈴木フランス、3位には川崎フランスが入り、上位4位までを世界耐久チームが独占した。1982年の8体は30年の歴史の中で一番過酷な大会となった。台風10号の直撃で強風と土砂降りという最悪のコンディション。主催者は中止か続行か決断を迫られた。審査委員長が FIM から来たねドイツ人だったのね。でその中止にしようか、いわゆる中断にしようかって話したらね、ドイツその審査委員長はね、モーターサイクルのレースなんてものはね、雨で中断したことはねえって言うんですよ、ドイツではね。でこれ台風って大変な雨が降るんだからって言って、でもやるって言ってずっと彼はずっと言い続けてたの。6時間でやめた最大の理由はね、警察からいろんな情報が入ってきてね、ここにいるお客さんたちが帰れなくなっちゃうかもしれないってことになったんですよ。いわゆる今ご存知でしょうけど、あっちこっちの雨が降ると道路閉鎖するでしょ、あっちこっちと、まあ、大阪とか名古屋とか東京からいっぱい人が来てるわけですよね。この人たちが全員帰れなくなっちゃったらどうすんのってことになるじゃないですか。で警察も責任を負えませんよって話になって、であと何時間つったかな、なんかでそのなんだ規定の雨量になっちゃう、なんて降雨量っていうんですかになっちゃうから、その前に中断するんだったら中断する決定をしてください。でこれは困るわけですよね。それで審査委員長に、まあ、そういうわけで警察が言ってるから、警察のサジェッションがあるから中止したいって言ったら、警察から言われたんじゃしょうがないなって言って6時間でやめたんですよ。主催者の決断は6時間に短縮し続行するというものだった。それでも観客は全国から11万人も鈴鹿に集った。大量の雨水はコース全域を川に変えた。レース序盤に優勝候補のマイク・ボールドウィンが転倒リタイア。8対3勝目は台風の脅威に阻まれた。スタートから1時間、トップは予選24番手ホンダ朝霞研究所のクラブチーム萩原飯島組、2位には同じチームの伊藤吉村組、3位にはヤマハの若山阿部組。鈴鹿を知り尽くす日本人ペアが上位を独占した。雨のレースが得意なんですよ。ウォームアップがあったんですよ。その時にこれは思いっきり走れるなって思いましたよ。もうすごい雨だったんですけど、朝からで水かさもいっぱいで、かなり周りではこんなんで走るのかみたいにして言ってたんですけど、これは走れるなっていうふうには個人的には思ってましたけどね。その結果がどうなのかっていうのは別ですよ。一生懸命走れるなっていうふうには思います。自分たちのその今ある車としては、馬力としても決して有利な状況じゃなかったんで、それを生かせる状況にはあるなっていうふうには思いましたけどね。もうね10周目ですよ、多分10周前後で萩原トップになったんですよ。でね、うちのチームが確か10周くらいでワンツーになったんじゃなかったかな。で場内アナウンスで日本人の萩原が1位で2位が吉村っていうアナウンスが始まってね、でこっちはピットなんでね、雨の予定でなんか60周50周とか60周くらいはできるよねと予定してたんですよね。でまあ10周くらいですから「おいお前これもだよ」って言われてね、
いやこれちょっと大変だなと思って、でも私はレーサーとしてのねもうピークを過ぎてもうほとんどもう今から落ち目だなと思ってた時に、で萩原はずっとその時は先ほど言いましたけど全日本を追ってたんで上り調子で行ってたんでね。でその時私が思ったのは、じゃあ萩原にそのタイム稼いでもらって、俺はそれをそういう順番っていうんですかをその維持できればいいやと決めて、あんまりなんですか2人でもってリスクを追っていっちゃうと最後は引っ転んじゃうんで、だから萩原が稼いだ順番を私は守ると思ったんですよ。レース中盤になっても雨足は一向に衰えず、コースのコンディションは最悪な状態。こんな状況でも萩原飯島組は安定した走りでラップを刻んでいく。この雨で実力を発揮できずトラブルを起こすマシンが続出。また川のようになったコースは滑りやすく、大馬力があだとなり転倒者が相次ぐ。どのチームもライバルとの戦いではなく天候との戦いとなった。当時のサーキットはコーナーのイン側に水が溜まったりとか、コースに川が流れていたりとか、それはもう当たり前なんですね。で外国人の人ですごく速い人とか、もう晴れの日とね同じコースライン取りで走るんですよ。そこに水たまりがあるよっていうところにこう入っていって転んだりとかね、川があると川をそのままこう鋭角的に行って転んだりとかね、普通はこう少し直行するように走ったりとか、水たまりがあれば水たまりを避けて走るじゃないですか。多分そういうことはできないんでしょうね。もう速い認識しかこうないもんで、とにかくその晴れでも雨でも同じラインをこう走るっていう、そういう感覚しか持ち合わせていないのかもしれないですね。どっちかというと障害物競争みたいなものですかね。だって毎週環境が変わりますから、ちゃんと見てないと危ないじゃないですか。チェッカーまで残り3時間。この時点でトップ争いを演じているのはゼッケン27番萩原飯島組と同じチームのゼッケン28番伊藤吉村組。この2台劣悪な環境の中ピットインで順位を入れ替える展開。6位を走っていたホンダフランスのフォー・フルッチ組はマシントラブルで緊急ピットイン。耐久のスペシャリストも初めて経験する台風の猛威には勝てず苦戦を強いられる。さらに吉村のアルダナがメインストレートで転倒。吉村自慢のハイパワーもこの路面状況ではそのパフォーマンスを発揮できず思うように順位を上げられない。
周。トップは雨の中安定した走りを見せた飯島萩原組、2位は同じチームの伊藤吉村組。ランデブー走行でファイナルラップに突入。ラストの1周はね、そうですね、ヘアピン、周りをはっきり見えたのはヘアピンがはっきり見えましたけど、なんか皆さん方なんか総立ちで今でいうスタンディングオベーションですかっていう感じで、もうフラッシュがパシャ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 すごい勢いであったような記憶今ありますね。だから最後の1周はすごい本当に嬉しかった感じ覚えてますね。優勝はホンダ朝霞研究所のクラブチームブルーヘルメット MSC 萩原飯島組。6時間に短縮されたとはいえ初の日本人ペアの優勝となった。やっぱり知ってる人たちもいっぱいいたりとかして、非常にこうチームをね一緒に2位になってみんなで盛り上がってたので、何とも言えないいい気分だったことは事実ですけど、ようやく上がったとかそういうではなかったですね。自分たちが意気込んでいった目標ではなくて、ただ無我夢中でやった結果としてなっただけなんでね、なんですかね。でレースで全然疲れたっていう疲労感もなかったんでね、無我夢中、甲子園ではありませんけど、そういうのがいい結果に結びついたのかなと思いますけどね。台風の猛威にさらされたこの年の8体は鈴鹿を知り尽くしているメーカー系の日本人ライダーたちが表彰台を独占した。この年の8体は全国から観客が押し寄せ、サーキット付近の道路は大混乱となった。1983年の第6回大会は翌年からレギュレーションの変更のため 1000cc マシンにとって最後の年となった。スタート直後、2台のマシンが接触転倒、コース上で炎上するアクシデントが発生。オープニングラップ、川崎フランスの耐久チーム2台がワンツーで主導権を握る。その後、吉村のグレーム・クロスビー、ロブ・フィリス組がトップに立つがマシントラブルで後退。ホンダは翌年から排気量が 750cc に制限されるのを見越して V4 の RS850R を投入。後に鈴鹿8体を席巻するホンダ V4 のデビュー戦となる。さらに独特なハブステアリング機構を採用した革新的なマシン LFE も登場。レースは終盤にデッドヒートを見せる。川崎フランスのジャン・ラフォン、パトリック・イゴア組と鈴木フランスのエルブ・モアロー、リカルド・ユービン組がトップ争い。耐久スペシャリスト同士の一騎打ちとなった。しかし川崎フランスはオイル漏れを起こし後退。大きく水をあけられる。トップの鈴木フランスも
電気系のトラブルで残り20分でピットイン。川崎フランスのイゴアに2分差まで迫られる。しかしそれまで築いたマージンにより鈴木フランスのユービンが190周でチェッカーを受けた。Alors cette compétition, les 8 heures Suzuka, c'est une course très très compliquée, très très difficile pour nous surtout Européens. Pourquoi? Parce qu'il fait très chaud, les conditions sont difficiles et il faut une préparation pour les pilotes, pour la moto vraiment particulière à Suzuka. Et cette course a été difficile parce que très rapidement il a fallu se battre avec un concurrent, Kawasaki, qui avait envie aussi de gagner Suzuka et qui avait envie d'être champion du monde en 83. Alors, grosse difficulté, grosse bagarre pendant 8 heures. C'était nous, c'était eux. Un coup on était en tête, un coup on était second. Et ça a été intense pendant 8 heures. En plus, on a eu, vers la fin de la course, des petits problèmes électriques. Alors il a fallu que les mécaniciens puissent réparer très rapidement ces petits soucis pour que nous puissions garder cette première place. Alors tout a bien fonctionné, la moto a bien fonctionné, les pilotes ont vraiment été parfaits pendant ces 8 heures, les mécaniciens pour cette petite réparation, et donc tout a bien marché pour que nous puissions gagner avec beaucoup de bonheur ces fameux 8 heures. Donc nous avions une grande joie, c'était la première fois que bien sûr on gagnait Suzuka, et pour une équipe européenne c'est quelque chose de très important et j'en garde vraiment un très grand souvenir. 当時はまだスポーツバイクという時代でなくて一般市販車を改良してレース仕様にしてきたと。でカテゴリーも TTF1 というカテゴリーありますけども、そのカテゴリーで鈴鹿耐久をやるということで、スプリント方向にチューニングしたんですね。ですからいわゆるレース用として開発した市販車じゃないですから、戦ってるうちにいろいろ問題が出てきます。そういったものを改良に改良されて現代のスポーツバイクっていうのが誕生してきてる。これは決して過言なことじゃないと思うんですけどね。優勝は鈴木フランスのモアのユービン組。鈴木ワークスは初優勝を飾った。2位は川崎フランスのラフォン・イゴア組。3位にはパワーで劣る 850cc で戦ったホンダが表彰台の一角を得た。1984年第7回大会。この年からコカ・コーラがメインスポンサーとして8体をサポート。またレギュレーションも大きく変更された。 TTF1 の排気量が 750cc までとなり各メーカー新たに作られた新型マシンで参戦。しかしホンダだけは前年3位表彰台を獲得した RS850R をベースにした RS750R を投入。実績には一日の長があった。1周目 HRC のロッシュ・ガードナー組を先頭に2位ボールドウィン・マーケル組、3位バルタン・サノン組とホンダ RS750R が上位を固めた。開始早々この3台の激しいバトルでレースは展開する。このホンダワークスに対抗するのが予選2位の森脇八代俊二。ワークス勢と互角の走りを見せた。そして吉村のクロスビー・ウィリングス組。ヤマハからは新型 XJ750 を狩る上野川崎組が準ワークス体制で参戦。
スタートから4時間、暑さと疲労で転倒者が続出。さらにトップの吉村、クロスビー・ウィリングス組がエンジントラブルでリタイア。これでトップに立ったのがアメリカホンダのボールドウィン・マーケル組。続いて HRC のロッシュ・ガードナー組、3番手にはホンダフランスのバルタン・サロン組とホンダワークスが上位を独占。ヤマハジュンワークスの上野川崎組は4位につける。残り5時間、ホンダワークスの一角、最速を誇るロッシュ・ガードナー組が転倒リタイア。それでも3台のホンダワークスは順調に周回を重ね、確実にルーティーンのピット作業を消化していく。残り1時間、トップはアメリカホンダのボールドウィン・マーケル組、2位はホンダフランスのバルタン・サロン組、3位も同じくホンダフランスのコードレイ・イゴア組と3台の RS750R が上位をキープ。残り10分、4位につけていたヤマハの上野伊藤組が突然のスローダウン。優勝は191周を走り切ったアメリカホンダのマイク・ボールドウィン、フレッド・マーケル組。ボールドウィンは8対通算3勝目を挙げた。2位はホンダフランスのガイバルタン、ドミニク・サロン組。3位は同じくホンダフランスのジェラルド・コードレイ、パトリック・イゴア組と 750cc 初年度の8体はホンダ勢が表彰台を独占した。1985年の8体は異常な盛り上がりを見せた。決勝では15万6000人もの観客が鈴鹿サーキットを埋め尽くした。全てのスタンドは観客で鈴なりとなり、通路という通路は人であふれ、人の洪水はサーキットの外にまで及んだ。鈴鹿市全体が8体という熱狂に飲み込まれた。この大会一番の話題となったのがヤマハワークスの本格参戦。ライダーは平忠彦、そしてペアライダーは世界 GP を引退したばかりのキング・ケニーことケニー・ロバーツというドリームチームだった。Basically,
think I'm okay. You know, I have no problems with the heat so far, and it's a long race, and I don't really know, you know, what it's going to be like. I've never even read about a long distance race, much less, you know, participated in one. ポールポジションは2分19秒956でロバーツ平組。2番手は世界 GP 参戦中のガードナーと徳野。3番手は日本人ペア最上位の八代宮城組がつけた。シグナルがブルーに変わりました。ゴールドサインとともにマシンに駆け寄ってポールポジションのケニー・ロバーツ。スタートでエンジンに火が入らないトラブルで大きく出遅れる。21番はケニー・ロバーツ。エンジンがかからない。押しているのは平。ようやくかかった。押し掛けでようやくかかりましたがミス。スタートミスを犯しました王者ケニー・ロバーツ。後続のマシーンがどんどんすり抜きまして、結局ケニーのスタートは後ろから5番手あたりということになりましょうか。あまりの出来事、満場も騒然という感じであります。ポールポジションからスタートした後のケニーが完全に出遅れまして、トップグループからは約30秒ぐらいの遅れということになりましょうか。タイム自体は速かったですから、スタートちょっとぐらい失敗しても別に追い上げれて、8時間もあるんだから間に合うだろうっていう考えはありました。最も速い男と異名をつけない。スタートに失敗したケニー・ロバーツは最後尾近くからの追走となった。さりとコースレコードをマーク2分19秒956でありました。この速さでどこで上位に食い込んでくるか、どこで平忠彦にスイッチを行うか、果たしてどこで上位に食い込んでくるのか、満場の関心はこの1点にかかっております。5周目に入ったところ、21番ケニー・ロバーツをカメラが捉えました。現在の順位は13位であります。13位です。わずか5周でありますが、約40台をごぼう抜きということになります。恐るべきケニー・ロバーツの自力。現在鈴鹿8時間耐久オートバイレース19周目に入っておりますが、トップに立っているのはゼッケン3番現役グランプリライダーワインガードナーであります。そして2位には1番のコードベイがつけておりますが、そのすぐ後ろ3番手をご覧ください。ゼッケン21番、このブルーのヤマハ FZR、 まさしく3位につけているのが王者ケニー・ロバーツであります。コーナーを、そしてストレート、圧倒的にライバルを蹴散らしまして、高ラップを重ねてぐんぐん上位に上がってまいりましたケニー・ロバーツ。スタート遅れが、あるいはレースを盛り上げるための演出であったのかと、そう思わせるほどであります。元世界 GP チャンピオンの走りをまざまざと見せつけるキング・ケニー。わずか20周で2位に浮上。トップのガードナーにプレッシャーを与える。これまたケニーの演出でもありましょうか。キング・ケニー、まさに健在であります。こうなりますと、今度は現役のグランプリレーサーワインガードナーと引退したグランプリレーサーケニー・ロバーツの一騎打ちということになります。現在ガードナーとの差はまだ約30秒ぐらいあります。1周あたりのラップでは 2,3 秒とその差を縮めているケニーでありますが、果たしてどこで追い詰めていきますか。ピットから平が出てまいりました。時計の方は12時21分になろうとしておりますが、スタートから約51分、どうやらライダーチェンジでしょうか。右足を上げて合図をいたしましたケニー・ロバーツ。ケニー・ロバーツから日本のエースライダー平忠彦にライダーチェンジが行われる模様であります。ピットロードにケニーが入ってまいりました。ピットインからピットアウトへ、できるだけ早いタイミングでこのピット作業を終えなければなりません。ケニー・ロバーツが素晴らしい腕のさえを見せました。今度は平忠彦、日本のエースライダーであります。面目にかけてもやはりいいところを見せたいところでありましょう。上位チームではケニー・平組一番早いピットインでしたが、ガソリン補給、そしてライダーチェンジを終わりまして、非常に短い時間でコースへ戻っていきました平であります。トップのガードナー徳野とライダー交代。一方ワークス勢が熾烈な戦いを繰り広げる裏で、夫婦で8体に臨んでいるチームがある。緊張してます。乗る前が一番嫌なんですよ。
よね。いつでも乗っちゃうと落ち着いちゃうんだけど。妻の川島智子は日本の女性 A 級ライダーの草分け的存在であり、一児の母でもある。夫は川島健三郎。東京杉並でバイクショップを経営するケンツレーシングライダースの川島夫妻は、鈴鹿8時間耐久ロードレースに初めて夫婦で参加したチームである。マシンはスズキの2サイクル 500cc RG500 ガンマ。過酷な鈴鹿8体に妻と参加することについて、夫の川島健三郎は、結構男でもしんどいからね、体力使うから、レースはねしょうがないから心配してても、とにかく2人でやってるんだから、もうとにかくね完走しかないという、上の方狙ってるわけじゃないし、完走すればもう満足です。まあ滑り出し好調ってことですよ。まだあと7時間あるから。夫婦で参戦した8体当時の様子を川島健三郎はこう振り返る。女房もそうやって全日本の125で出てたから、8体どころか、年がら年中もレース中心の、台所でレーサー整備するとかね、そんなような生活してましたから、普通の家庭環境とは全然違ったんでしょうね。ライダーっていうのはね、はいはいって言うこと聞くもんじゃないから、しょっちゅうね、そういうのがあったような記憶がありますね。現在トップに立っておりますのはガードナーからスイッチされました徳野。ゼッケンは3番をつけております。そして1位と2位の差、現在約30秒ぐらいありますが、平は徐々にトップの徳野との差を詰めております。1周平均のラップタイムでは約4秒上回っておりますから、計算上は7周前後でトップが見えてくると、そういう感情になりますが、果たしてどうでしょうか。豪快なライディングを見せる平であります。徐々にトップへと近寄ってきております。130ある付近でありますが、転倒がありました。このレーシングスーツは森脇、宮城のようであります。宮城選手は大丈夫のようですが、この年8体参戦2年目の宮城光。8体に対する思いはその後の彼のレース人生の中で強いこだわりとなった。僕は実はね、あんまり8体は相性は良くないんですよね。僕は今こうやって走る側ではないんですけども、実はその走る成績でいうと僕は表彰台に上ってないんですね。だからこそやっぱりなんとか表彰台に上りたいし、この8体を、今は走ってませんけど、僕は違う立場で携わっていきたいという。だから現役の時に8体での僕はそういう意味では満足度はないですよね。満足度はないから、今立場は違うけど満足したい、でそれが目標でやっぱりやってますよね。レースの方は白熱してまいりました。平ついにトップを射程距離に捉えています。前がトップの徳野、後ろから21番平。カシオトライアングルがかかります。インサイドをつく平トップに出ました。スタートから1時間30分後の38周目、平は徳野をパス、首位に立った。この時の様子を本田陣営はこう語る。And I'd start the race. I led the race, give it to Tokuno-san, and we'd go backwards. He'd give it back to me in 6th or 8th position. Then I'd have to try really hard to catch up again. Give it to him, we go backwards. He didn't crash, and that was good, but it made my life very, very hard that day. 2週間ぐらい前のテストで相棒の徳野選手がこけちゃったんで、いやこけて、これレースまで尾を引かなきゃいいかなと思ってたのが、やっぱり傷が尾を引いちゃって、決勝予選でも、予選はそれなりにちょこっと頑張ったんですけど、長く乗ってると足が痛くなっちゃってしびれてきたり走れなくなっちゃうんでね、大変でした。あれは非常に。スタートがエンジンミス、55位のスタートになりました。スタートから約1時間半になりますが、54台のマシンをごぼう抜きしたということになります。1周1台以上というペース、素晴らしい自力を見せまして、ケニー・ロバーツ、そして平忠彦のコンビ、ついにトップに立ちました。38周目であります。ようやく日が西に傾き始めております。
時計の方は5時30分です。ようやくレース開始から6時間が経過いたしました。あと2時間の戦いであります。現在のところトップに立っておりますのは依然として21番ケニー・平コンビであります。ガソリンの補給、そしてまたタイヤチェンジが行われました。ライダーの方も平からケニーへスイッチしてピットを出ていきます。ケニーの前に走っているのは3番のガードナーでありますが、順位で言いますとケニーが現在トップであります。2位がボールドウィンで3位がガードナー、4位以下のマシンは全て2周遅れにしてしまったケニー・平組であります。今度は3位のガードナーを餌食にして周回遅れに持ち込もうというところです。ぴったりと後ろにつけているケニーであります。アウトから行きまして、ついにケニーがガードナーを抜き去りました。3位のガードナーをかわしまして、ガードナーこれで周回遅れであります。耐久レースを走るスプリンターケニー・ロバーツ、その実力を十分に発揮いたしまして、本場耐久レーサーもあるいは現役グランプリレーサーも全く歯が立たないという感じであります。同じ周回を走っているのはこのケニーの他には2番のボールドウィンだけでありますが、その2位につけている2番のボールドウィンも全く及ばないという感じであります。時刻は6時半を回りました。レースのスタートは午前11時半ちょうどのことでした。世界選手権シリーズ第3戦コカ・コーラ鈴鹿8時間耐久オートバイレース、あと1時間のレースであります。あと1時間でその幕を閉じようとしています。レースの方は依然としてヤマハ FZR のF50をかるテック21チーム、キング・ケニーと平のコンビが圧倒的な速さを誇ります。3時間目にトップに立ちまして2位以下を大きく引き離しています。ピットでは平が最後の交代を待ち構えています。このピットインで問題がなければ 95% 優勝は間違いないとそう言い切れるのではないでしょうか。しかしモータースポーツは水物です。その残りの 5% に一体何が潜んでいるのかはわからないところであります。ピットロードにケニーが入ってまいりました。スタートミスはありましたが、それからあとはマシンの方は会長そのもの全くマシントラブルの気配を感じさせておりません。最後のパートナーチェンジ、アンカーとして平にバトンを譲ります。ガソリンの補給が行われます。アンカーは平が出ます。平の前を走るライダー、もちろん誰一人としておりません。現在2位のガードナー、これまたピットインであります。ヘルメットをつけているライダーチェンジに備える徳野、今日はもう一つ調子が上がっておりません徳野ですが、果たしてどこまで平を追い込むことができますか。しかしチェンジは行われません。そのままガードナーが出ます。徳野へのスイッチは行われず、そのままガードナーが行きました。I came in to change riders for Tokuno-san to get on to finish the race. We were in the lead, or no, we were second, and I had a dark visor on. It was coming dark, and he went to get on, and I just thought, well, if he does, we're not going to win this. So I just pushed him out of the way. I said, no, go, I'm staying on. And so I rode the last 2 hours, every lap on the limit, every lap on lap record times, and it was a hard race. And I remember I was chasing Kenny Roberts, and I think it was Tyra at the time. Very hard race. I was pushing as much as I could. 最後にね、もう8時間走り切った時に2分だった。2分の違いをどうしようかなっていうことを考えてたんです。ワインがこれだけぐらい走る、徳野はこれだけです。じゃあ平がこのぐらいです、ね、相棒がこのぐらいです。じゃあそれをドワーッとトータルしていくと最後2分負けるんですよ。2分や一周じゃんと、無理だと。でもどこまでいけるか分かんないから、とにかく2分はね、8時間のうちに2分どっかで刻めれないかなっていう、こうあちこち分担して入れるわけなんですね。最後にそこに持ってきちゃったから、流れを、交代時間だから徳野が走れるまで
貯金を作っといたんです。貯金っていうかね、まあ少しでもいいから長く、少しでもいいから長く、その3分の1は乗っちゃいけないっていうライダーの規則がありますから、それに残していたんです。でここでもう夜もう結構ね予定オーバーな走行をしてるわけですよワインが。ここでワインが行くって言えばそのまま行っちゃう。でももう疲れたらダメだよと、俺これ以上行ったらこけちゃうって言ったら徳野だよ。じゃあ徳野準備しといて、普段の通りに準備しといてっていうことになったんです。その時にピットインしてきた時にガスに入れて、本人はもう行くまんまんでしたね。バイザー上げて行くまんまだった。行くってゴーだって言うから、もう僕もはっともうひり返って、じゃあ行ってって言っただけなんですよすごい簡単、行ってって言っただけだった。ライダー交代をせずガードナーはそのままコースに戻った。トップとの差はおよそ2分。それでもガードナーは諦めずトップのタイラーを追い続けた。さあレースの方はすでにギリギリの終盤であります。ラスト35分を切りました。平忠彦依然として首位、2位ガードナーをなんと78秒のリードであります。このギリギリの時期にしてなおかつ1周2分26秒7という驚異的なハイペース。平独走体制であります。この時点でケニーは優勝を確信。表彰式の準備に向かう。だが残り34分、コースマーシャルから信じられない情報がヤマハのピットに飛び込んだ。ピットが騒然となる。トップの平が帰ってこない。真っ先にメインストレートを駆け抜けたのは HRC のガードナー。残り30分、平まさかのスローダウン。しかし平はピットに入らずそのままスロー走行でグランドスタンド前に向かう。ラスト30分の悲劇。このリタイアは鈴鹿8体の歴史の中で語り続けられることになる。うまくいくなと思いましたね。どの時点で？まあ最後ライダー交代した時ですよね。僕のパートに回ってきて、後続の皆さんともねちょっと距離もありましたから、なんとかこれでいけるかなと思って、僕が最後受け持って走ったんですけれども、ストレートを通過して、第1コーナーで減速するんですけれども、減速ポンポンってした時にアフターバーナーみたいにこう以前と違ったその排気音がしたんですよ。おかしいなと思って、クラッチをミートしたら、4気筒が3気筒になってた、そのような状況ですかさずそういう状況になった時に、後輪を見ましたね。後ろのタイヤを、そのオイルが出てないか、周りの人にね迷惑かけちゃいけないので、オイルも出てないので、一周回ってピットの前でねああいう状況になったんですけども、8体のみならずスプリントレースでもあるわけじゃないですか。マシントラブルってありますから。で、1年間8体にかけてきたエンジニアさんの気持ちも分かりますし、それはもうしょうがないことですよね。後になって思うんですけど、初めて勝った時にやっぱり8体ってそう簡単には勝てないんだなっ
っていうのを後になって思いましたね。だから85年にうちがリタイアしたのも、まあ、当然といえば当然なのかな。やっぱり確認すべきことを8体勝つためにはやるべきことっていうのはいっぱいあると思うんですけれども、そうしたところに対してその耐久レースっていうもの自体をそれほど経験してなくて、やっぱりスプリントベースでものを考えてましたから、そうした時にああいうリタイアっていうのはまあ今にして思えばあっても当たり前、おかしくないっていう、当たり前じゃないですけどね、あってもおかしくない。I wasn't sure, so I kept riding maximum, and they were holding the board out, tyre out, and I didn't see it, and I kept trying. Then eventually I seen the board in the night time that, because of my dark visor, I eventually seen it saying tyre out, position P1, and with about 15 minutes to go in the race, 10 or 15 minutes to go in the race, then everyone's going slow down, and I could afford to calm down a little bit, but 最後の最後、大きなドラマが待っておりました。メインスタンド前、手を挙げるワインガードナー、スタンドの歓呼に応えます。そしてその左には無念のリタイア、平がいました。さあ残り時間はほんのわずかであります。2位のゴールドウィンに1分以上の差をつけてトップを快走するガードナー。まずゴールドウィンの逆転優勝はちょっと考えられなくなりました。相も変わらず蒸し暑さが残っております。満員の観衆はただ息を飲んで最後のフィナーレを見つめるだけであります。いよいよ最後の秒読みです。トップガードナー、栄光のチェッカーに向かって最後の疾走です。スタートから8時間、いよいよドラマは終わろうとしています。時計は0に変わりました。パートナーの徳野もガードナーの栄光のゴールを待ち受けています。試験に差し掛かりました。トップを独走するワインガードナー、暗闇の中わずかにヘルメットが光ります。待ち受けるチェッカーフラッグ、最終コーナーを回って最後のストレート、メインスタンド前、先頭はワインガードナー。チェッカーを今受けました。ワインガードナー堂々の優勝、逆転優勝であります。8時間の3分の2近くを走り切ったガードナーは自力ではマシンから降りられないほど疲労しきっていた。Yeah, that was a very, very, very hard race for me. After it, they had to carry me off the bike, and I had to go into oxygen, and I was dehydrated. And for 2 weeks after that race, I was ill from dehydration. Just didn't feel very well at all. And so, hardest race, but probably the most enjoyable race because of the amount of effort you have to try hard to get that win. So, yeah, 1985 would be the most memorable point. Yeah. 平のラスト30分のリタイア、ガードナーの鬼気迫る追い上げ。85年の8体は日本のモータースポーツ史上に残る死闘となった。優勝はワインガードナー、徳野正樹組。2位はマイク・ボールドウィン、ドミニク・サロン組。3位には吉村から8体初参戦となったケビン・シュワンツと8体常連のグレーム・クロスビー組が表彰台に立った。